クライナ戦争、これいつ終わるのか。トランプ大統領が一生懸命停戦交渉をやってます。この行方がどうなるか、今日はこのことを議論したいと思います。まず今戦争がどうなってるか、私は戦場にいるわけじゃないですから、何が実際起こってるかわからない。で、ウクライナ側、ロシア側の情報を見ながら、こんなとこだろうっていうことをお話しします。で、これはNHK からお借りしてきましたけれども、4月20日現在の戦争の状況だということでですね。で、この赤いところ、これはロシアが掌握してると。クリミア半島、これも完全にロシア領になっちゃってる。で、この辺はロシア領にしたいということなんですね。それからウクライナ側もこの青色のところ反転攻勢をやってまして、でここのロシア領があるんです。クルスクという州なんですけれども、ここにここにウクライナ軍が入って、占領しているということですから、お互いにその陣取り合戦をやってて、少しでも広げて、停戦に持っていこうとしてるんですけども、ロシア軍の発表によるとですね、このクルスク、ロシア奪還かって書いてありますけども、もう 98.5% ぐらいロシアが取り返したって言ってるんですね。で、ウクライナ側はそれを認めてませんけれども、相当苦しい状況にあると。で、プーチン大統領の立場に立ってみれば、やっぱり自分のとこの領土をウクライナ軍に取られたままやめるわけにいかないから、全力を挙げてあれをもう排除しろということで、もうほぼ 98% ぐらいこの排除したっていうことですから、ここで停戦に持っていってもですね、もうほぼ取り返したんで、自分の領土をウクライナに奪われるってことはないということなんで、プーチンさんの立場から見ると、もうこれは停戦交渉してもいいかなということになる。しかしゼレンスキー大統領の立場から見ると、占領されたままですから、そんなことで戦争をやめられるかという感じなんですね。で、双方の主張が対立してると。そういう中で、とにかくトランプさんは早くやれと。もう両方ごたごた言ってんなら、自分はもう仲介役から撤退するよと、手引くよっていうことを言って脅してるわけです。さあ、そこでその脅しに対してですね、ウクライナとロシアどうするか。もうロシアはものすごい資源があります。天然資源、石油天然ガスですね。小麦も輸出するぐらいにある。あれだけの広大な領土でいろんなその資源も持ってる。そして何よりも核兵器持ってますから、もういざ自分がやられそうになったら核兵器使うって選択肢あるんで、それをやめることはないよという感じです。ウクライナ側は NATO、アメリカやヨーロッパの武器支援が終わった途端に終わりです。武器ないんですからもらわないというような状況なんですね。そして今トランプさんの関税攻勢でですね、ヨーロッパはもうウクライナどころじゃなくて、どうするのかと、もう車の輸出ができないなんだっていうことになってるわけですよ。だから皮肉な話で、トランプさんが世界中に関税をかける、 EU はけしからんっつってかける、そしたらそれの対応に追われますから、もう自分のことでみんな精一杯で、ウクライナのことなんてもう考える暇もエネルギーもないってことになっちゃいますから、トランプさんの関税交渉が実は停戦交渉を阻害していることになってるっていうことをトランプさんも気づいてもらわないといけないと思うんですね。さあ、そこで私の結論から言うと、停戦急ぐならばウクライナに不利、ロシアに有利、こういう形で決まると思います。それをちょっと見てみたいと思うんですね。4点にまとめました。で、これはですね、私がずっと考えてたことなんですけども、実はロシア側も同じ提案したということの報道がウォール・ストリート・ジャーナルなんか読んでるとありました。で、まず問題、これですね。で、これはもうロシア領になってるんですね。しかし
ウクライナから見るとロシアに奪われたんだから当然取り戻すべきだ、奪還すべきだということなんですけど、トランプさんの考えはいやもうロシアにあげちゃっていいよということですから、ウクライナ側には不利ですね。それからこの地図と両方見てんで、大変ですけど、この赤いところですね、これはロシアが占領してる。でこれをウクライナから見ると全部奪還したいわけですよ。当然自分の領土ですから。これについてもですね、いやもう諦めろということをトランプさんはゼレンスキーさんに言う可能性あるわけです。それから NATO に加盟しないとまたいつロシアにやられるか分かんない。NATO に加盟したいって言うけどこれはノーだと。もうお前入れてあげないということなんですね。だからこれ全部ウクライナ不利、ウクライナ不利、ウクライナ不利。ゼレンスキーさんの要望は全く入れられない。それからザポリージャっていうところに原発がありますけど、これ戦争始まった瞬間にすぐですね、ロシアが占拠してるんですよ。ロシアが管理してるんです。でこれを国際管理に持っていって中立地帯にしてアメリカが管理してやろうかってこういう案も出てるんですね。しかしこれもですね、ウクライナにしてみればもともと自分のところの原発なんでロシアに奪われたんだから取り返すのは当たり前だろうと。それなんか国際管理でアメリカが管理するってこれ何事かねということになるんで、この4点全てウクライナ側の希望は入れられないという形で今のアメリカ側の提案がある。でロシアにしてみればこれ全部自分に有利ですから OK なんですね。であともちろんロシア側に不利なような条件をいろいろつけてくる可能性はありますけど、私が今まで説明したところを見れば分かるようにもうはるかにウクライナに不利で非常にロシアに有利な解決策、和平の構想をトランプ大統領が描いていると。でこれはアメリカのマスコミも報道してるし、トランプさんの側近も特にウクライナを担当する責任者たちがこういうことを言ってる。さあそこで一番の問題はゼレンスキー大統領どうするんだねということなんですね。でゼレンスキーさんはこれ飲めるはずないんですよ。飲めないから今まで戦ってきてたわけなんで、それ飲むってことになったらどうするか。でヨーロッパもちょっとこんなにロシアに有利なのはダメだよと言うと思うんです。しかし関税の問題でアメリカとやり合っててトランプさんが「そんなこと言うならもっと関税上げるぞ」って言ったらもう身動きできないんですね。だから非常に嫌な状況になっている。でNATO の中のヨーロッパ加盟国ドイツとかイギリスとかフランスとかこれ武器支援できますけども、一番重要な武器はアメリカから来てますから、アメリカが武器支援やめると、もうゼレンスキーお前俺の言うこと聞かないならもう一切武器をあげないよって言ったらおしまいなんですね。それでもゼレンスキーさんは戦争を続けるのかと。続けるっていう判断したらこれは武器ないから負けますよ。しかしこれ飲むっていう判断したら何のため今まで抵抗してきたかわからない。これはもう大統領としての威信が低下する。それでロシアがプーチンさん側の宣伝は見てくださいって、私は戦争中でもちゃんと民主的な選挙やって大統領選ばれたんだから。向こうのゼレンスキーは選挙もしないで大統領の任期が切れてるのにまだ続けてる。あれこそ独裁者じゃないかということでですね、選挙をやれっていうのも条件に入る可能性がある。そうするとその選挙の時にですね、もうゼレンスキーは立候補しないと。そして誰か他の人がなる。誰か他の人がなってもこれ飲まないといけないっていうことになると、非常に国民感情的に言うと支持されにくいリーダーになる可能性があるんですね。だからそういうことを
考えた時に、そう簡単にウクライナの停戦は前に進まないと思います。そしてトランプ大統領のことですから、もう進まないならもう俺は手を引くと。でもう武器も支援もしないよと、こう言ってくる可能性もあるんですね。だから結局、例えばトランプさんは赤澤さんとの交渉で、日本側との交渉で、いろいろディールしようと、取引しようと、そしたら関税下げるよみたいなことを言ってるんですけど、その取引材料に安全保障、防衛費もっと増やせっていうようなことを言ってくる。だから貿易と、つまり関税と安全保障を結局組む形になってるんです。ところが全く同じことが、皮肉なことがこのウクライナで起こってるのは、要するに関税であれだけヨーロッパを痛めつけてるから、ウクライナをヨーロッパが助ける余裕がなくなってるんですね。だからここでも実はトランプの関税構成っていうのは安全保障と関わってる。私はこれ極めてバカな政策だと思ってます。第一次トランプ政権の歴史記録を全部見たんですけど、全く同じことをやってるんですね。ただあの時はコロナが来てもっと大混乱になったから、そのトランプの政策はどうっていう判断は非常に難しいんですけども、今回は一気にこういう攻勢をかけてきた。そのマイナスがここまで出てきてる。でそれはドル安、債券安、株安ということでアメリカに響いてる。パウエル FRB の議長をですね解任すると、これでガーッとアメリカの信用が落ちるということですから、私はトランプの政策は成功しないと思います。だからトランプさんすごいっていう評価する人の気持ちが分かんないんですね。アメリカの皆さん、あなたの生活がダメになりますよ、世界の平和がダメになりますよ、下手すると第三次世界大戦になりますよ、それでいいんですかと、こういう声を上げるべき時だと思っております。